レトロなファッションはお好きですか？あなたのクローゼットにツイードのお洋服は眠っていませんか？ツイードファッションを身につけて街を自転車で駆け抜けるイベント、それがツイードランです。2022年3月12日土曜日、愛知県名古屋市でツイードラン美州名古屋2022が開催されました。名古屋での開催は5年ぶりです。レトロファッション姿の120人が集まり、名古屋市内12キロを3時間走りましたよ。スチームパンク自転車黒糖号と一緒に私もツイードスーツで参加しました。皆様の素敵なファッションや自転車を名古屋のレトロな建築物とともにご紹介します。紳士淑女の皆様、こんにちは。マダムスチーム上記夫人です。今日は、名古屋のツイードランに参加するためにここ久屋大通公園に来ています。今日はね、ツイード姿の皆さんとご一緒に名古屋の街を走ろうと思います。ではご一緒に楽しんでください。ツイードランとは2009年に英国ロンドンで生まれたイベントです。ツイードのアイテムを身につけて自慢の自転車に乗ります。レトロファッション愛好家の仲間たちと楽しく街中を走る催しです。英国だけでなくアメリカ、ロシア、ドイツ、オランダ、スウェーデンなど全世界で開催されているイベントなんです。国内では東京、愛知各所、岐阜で行われています。ここ数年はコロナの影響もあって開催が中止、延期となっていましたが、名古屋では5年ぶりに開催されることになりました。参加資格はツイードのジャケットやパンツ、帽子などの小物を用意することだけです。遠方から参加する方は現地で自転車のレンタルもあります。海外では自転車メインなイメージですが、私の個人的印象では日本では自転車よりもファッションメインのイベントかなと思います。参加者は7割が男性、女性は3割ぐらいです。女性よりは男性の方が多いと思いました。スチームパンクファンの皆様にとっては垂涎のイベントではないでしょうか。ただし19世紀末のスチームパンク時代というよりはもう少し時代が新しくて20世紀初頭のディーゼルパンクファッションですね。ビクトリアンなロングドレスの淑女やトップハットに塩ビ服の紳士はいらっしゃいませんでした。ツイードという縛りや自転車に乗るという前提がありますので、ほとんどがスポーティーなレトロファッションです。女性もジャケットにパンツ、蝶ネクタイにベストといった男装スタイルが多いですね。私は2014年と2015年に走りまして、今回は3度目の参加となります。今年は上下揃いのツイード、パンツはニッカーボッカーズにブーツ、アクセントカラーは赤色です。胸元には手作りのロゼット。今年は全員マスク着用ですので、ツイードのマスクを合わせました。一緒に参加するのは私の愛車黒糖号です。以前別の動画でカスタマイズの様子をご紹介しましたね。この黒糖号、どこへ行ってもいろんな方に声をかけられました。本鳴らしてみてとか、このライトはどこで売ってるのとかね。黒糖号大人気であります。でもそれ以上に大人気だったのがこちらの自転車です。大小2つの輪を使ったオーディナリー型自転車。イギリスではペニーファージング、アメリカではハイホイーラーと言われます。ちなみに黒糖号のような自転車はセーフティー型というんですね。オーディナリーというのは普通のという意味ですが、自転車が発明された当時はこちらのオーディナリー型の方が普通だったんですね。彼が自転車に乗るたびに歓声が上がっていましたよ。なんとバスにこの自転車を乗せて名古屋市内まで運んできたそうです。ただし19世紀のものではなくて現代の技術で作られた復刻自転車です。だからちゃんと乗ることができるんですね。前輪が大きいため結構スピードを出すことができます。彼はバスで巡回して子どもたちにこの自転車を披露したり、自転車について教えたりする活動をされているそうですよ。スタート地点は久屋大通公園北側の前芝生広場。南西方向に回って白川公園を通り、大須商店街を抜けて北上。今度は東側へ向かって徳川園で第一休憩。西に向かって市政資料館で第二休憩。そして久屋大通公園へ戻ってゴールとなります。ツイードランは受付の番号順にグループ分けがされます。1グループ25名ほどで固まって走行します。今年はコロナの影響もあって前回のツイードランよりも少し人数が減ってしまったようです。前回は8グループでしたが今年は5グループでしたね。
各グループには3名のスタッフが一緒に走りますので、道に迷ったりすることはありません。コースは決まっていて、みんなで同じコースを走ります。皆さんずらっと並ぶと壮観ですね。交通安全に気をつけていってらっしゃい。走行しながらの撮影は危ないので、実際に走ってる映像はありません。赤信号で止まるたびにちょこちょこと撮影していました。ここは大須商店街です。大須という町は東京の町で例えますと、原宿と秋葉原と巣鴨がごちゃっと固まったようなところです。若者からお年寄りまで、年齢、性別、国籍を問わずたくさんの方が訪れています。名古屋の中心街、栄です。昔は名古屋テレビ塔、今は中部電力未来タワーと呼ばれる電波塔がシンボルです。東京は坂だらけなんですが、名古屋の街は平坦でほとんど坂がありません。若干の荒廃はあるのですが、歩道も広めのところが多くて、自転車乗りにとってとても走りやすい街だと思います。それに派手なイベント大好きで、晴れの日の洋服にもお金を惜しまないのが名古屋人。ツイードランの開催地として名古屋はベストな選択ではないかと思います。第一休憩ポイントの徳川園です。徳川御三家筆頭の尾張藩二代藩主光友が1695年に建設したお屋敷です。戦後から市民の憩いの場として開放され、平成になってからはお庭を整備して徳川園としてオープンしました。ここで20分のトイレと給水休憩です。そして第2休憩ポイントの名古屋市政資料館。レンガ造りの美しい建築でしょ。大正11年1922年に名古屋の裁判所として建設されました。1979年に名古屋高等地方裁判所が移転するまで60年近く使われてきました。荘厳なネオバロック様式はスチームパンクファンの方にとっては心躍るような空間だと思います。ステンドグラスが美しい中央階段室なんて最高にスチームパンクファッションが似合います。集会室や展示室を格安で貸し出しています。コロナが落ち着いたらここでスチームパンクイベントなんていかがでしょう。昔使われていた留置場や雑居房、独房など面白いものも見られますよ。歴史を感じる素晴らしい建築です。なんと入場無料ですので、ぜひ足を運んでみてくださいね。さて、そうこうしているうちに3時間が経ちました。また久屋大通公園に戻ってきて無事にゴールすることができました。この日は日差しが強くて3月なのにかなり暑かったんですね。いただいたドリンクチケットで冷たい飲み物を飲みました。閉会式の前に素敵なお洋服の方々にお声掛けさせていただきました。シャーロック・ホームズのような鹿打ち帽で参加の男性、グレーのジャケットにサファリハットの女性、シックで素敵ですね。園児のキャスケットハットにネクタイのコーディネートが実にかっこいいです。最高です。上から下まで決まってますね。帽子も蝶ネクタイもジャケットもパンツもフルオーダーで作られたそうです。ジャケットの裏地もなんと自転車柄。個人的にベストドレッサー賞です。閉会式ではファッションショーが開かれました。杉山女学園大学の学生さんがツイード生地と異素材を組み合わせてデザイン制作されたお洋服です。私も素敵だなと思って徳川園でお嬢様方に声をかけたんですよ。こんな風に若い方にもツイードファッションがもっと浸透するといいですね。そして各スポンサーの方々が選んだファッションの賞も発表されました。なんと自転車まで贈られるというかなりゴージャスな企画です。次々と受賞者が発表されていきます。皆さん本当にかっこよくてツイードが似合ってらっしゃいましたね。ニコニコと笑顔で挨拶されていました。本当に良かったですね。私も2014年のツイードランで2位を受賞しました。すごく嬉しかったです。対象はこちらの紳士。何でもちょうど来週が60歳のお誕生日だそうですよ。ダブルで嬉しいですね。おめでとうございます。というわけで2022年のツイードラン名古屋無事に完走することができました。はい、お天気もねすごく良くて暑いぐらいでしたけども、皆様無事走り終えることができました。また次回も開催されると思うので、興味を持たれた方はぜひ応募してみてくださいね。では皆様どうぞ良きチームを。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。
またぜひお目にかかれますよう、チャンネル登録をぜひお願いいたします。